皆さんこんにちは、あかねです。今日はですね、なんと私と同じ職業、日本語教師をされているまき先生に日本語教師になったきっかけとか、日本語教師あるあるについてちょっとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずですね、まき先生について、ちょっと簡単に自己紹介というかいろいろ聞いていきたいと思います。はい、まずどちらで教えていらっしゃいますか？はい、今現在は都内の私立大学の日本語、別科と言われるところで、教えています。以前結構いろんなところで教えてらっしゃいましたよね。はい、どんなところで教えてらしたんですか？はい、まず日本語教師になったばかりの頃は日本語学校で教えていました。日本語学校が一番長くて15年ぐらい、気づいたら15年ぐらい、でその間に、ちょっと大学院に進学したいという気持ちが出て、大学院で、一応勉強しながら日本語学校でのお仕事も続けていました。で大学院で修士号を取った後は大学は3カ所今まで教えたことがあります。全部国内、日本国内ですか？そうですね。本当にいろんな場所で教えていらっしゃるので、もう経験がもうすごい豊富だと思うんですけど実はまき先生も私と同じで日本語の先生になる前は別の仕事もされてたんですよね。そうなんです。大学学部を卒業した後は普通に就職活動をして、で会社員になって、物流メーカー、物を運ぶ、物が動くという、ロジスティクスというところなんですけど、それ関係の会社で5年間働きました。わかりました。では物流関係で以前は働かれていたということで、日本語教師になったきっかけを教えてください。普通の会社員として働いていた頃は外国に行ってみたいとか、外国人と話したいっていうのは実はあまり考えたことがなかったんです。縁もなかったっていうのもあるんですけれども、その後実は、私の住んでいるところの近くに日本語のボランティアをしている年上のお姉さんがいて、で今度新しく学生が来るからちょっと見に来ない、遊びに来ないと言ってくれまして、じゃあ行ってみると言って行ったのが本当に一番最初のきっかけになりました。初めてそこで日本語教師という仕事があるということをまず知りました。なかなか実は知られてないですよね。日本語教師っていうと何それって結構言われますよね。そうなんですじゃあもう十何年ももう日本語教師もプロですよね。いろんな多分学生さんいろんなところで教えられてて、大変なことは何ですか？まず私自身が一番最初に経験したことだったんですけども、私の出身が実は東北地方で、あげる、物をあげるのことをくれるというんです。なので例えば「あかねちゃんこれどうぞプレゼントです、これくれる」って言うんです。あげると言わない。そういう方言なんですか？それ方言をその時まで方言だと私知らずにいて、あげます、もらえます、くれますが日本人なんですがちょっと弱い確かに方言によっては言い方が全然違うので、それをまず直すところから始めるっていうのは、本当に大変なことですよね。花に水をやる、初級では花とかそういうものをやるというふうに使いますよね。私の地方では水をくれるというので、その言葉が短くなって水くれというんです花に水くれしなさいみたいな感じでも言葉ができていて、そんな違うんですね。そういうことがあったのがまず自分自身のショックでした。これは方言だったんだっていう。
確かに方言ってすごく強みなんですけど、うんでもちょっと教える時にやっぱりちょっと自分の中で修正して教えるっていうのは結構大変な作業ですよね。そうなんです。じゃなってから大変だったことなんですか？はい、なってから大変だったことは実はずっと結構楽しくて、そんなに大変というあったかもしれないんですけど、はい楽しいことの方が多くてそれは良かったんですが、やはりコロナになってオンライン授業っていうのは大変だなと思いました。本当に大変でした本当に全然違いますよね、教室で教えるのと。本当そうです。なんか1対1ならまだ教えやすいんですけど、1対15でオンラインってやるともうまず出席ちゃんとしてるのかどうか、なんかいるのかいないのかも分かんなかったりとかしますし、ちゃんと理解してるかどうかって確認しにくいですよね。本当そうですね。本当この今年ですよね。そのオンラインになってコミュニケーションが本当に取れてるんだろうかとか、本当に分かっているのかなっていうのがこの体で感じられないというのは辛いなと思いました。ですよね。まあそんな大変なこともありつつ、でもやっぱり牧先生の話を聞いてると日本語教師が楽しいっていうのが多分大きいと思うんですけど、やりがいは何ですか？はい、私は初級レベルの学生がもう大好きなんです。やっぱりゼロであいうえおもわからないまま日本に来て、それでも日本を選んで来てくれたので、そこから一緒にあいうえおから教えていける、そしてその学生たちが目の前でどんどん話せるようになっていくというのが、それを見られるというのがやっぱり教師冥利に尽きる、やっててよかったなというその気持ちです。で、何ていうのかな、その学生例えば卒業したりとかありがとうって言って出ていくその時にやっぱり嬉しくて涙が出てくるんですけど、会社員の時にはこういう涙は出ないと思いました。本当にそうですね。こう学生が成長していく過程を見る、しかもそれが1年後、もう目に見えて、もちろん最初はあいうえおしかわからないわけですから、やっぱりこういろんな表現を覚えて最後に話せるっていうのは、普通の企業で働いている時のやりがいとやっぱちょっと違いますよね。違いますね。本当それは思いました。それはよくわかります。じゃあ今度はですね、日本語教師あるあるということで、本当によくあるんですけど、牧先生が友達に「今何の仕事してるの?」って言われて「日本語教師だよ」って返した時にどんな反応がきますか？もう本当によくあるのが「何カ国語話せる？」あれは英語ペラペラなんでしょと言われますが、全くそんなことはないんですね。日本語学校で教える場合は特に日本語を使って教えるんです。なので英語を使ったりとか中国語を使ってはいけないっていうルールがあるくらいなので、全然外国語が喋れない人多いんですよ。でも日本語を教えてるイコール外国語を使って教えてる、じゃあ英語すごいんでしょとかっていうふうに必ず言われますよね。そうなんですよ。でその後でだからね、日本語を日本語で教えるのっていうとポッカーンというその意味がまず日本人にはわからないという、そういう場面に何回もありました。ですよね。であとそもそも日本語教師っていう職業を知らない人も多いですよね。日本語教師だったらじゃあ日本語ができればできるんでしょうっていう人がいますけど、ちゃんと講座なり勉強しないと私はできないものだと思ってます。そうなんですよね。そうなんですよ。でも、やっぱりその先生も最初普通の一般企業で働かれてたので、結構違いがありますよね。私は最初一番最初の授業で辛かったのはずっと立ってることです。私が働いてた前の会社は座りながら、パソコンを見るっていう感じだったので、ずっと立ってるっていうのはなかったんですよ、前の仕事に。だからもう足つっちゃって最初辛かったですね。であと最初って学生からの質問って
答えるの難しくないですか？はい、まだ経験が浅い時は学生の質問に答えられないことがありました。もうその時は「はい、先生の宿題にします、明日必ず持ってきます」と言って一旦自分の中に入れるということを何回かやっぱやっていました。そうですよね、こう今まで教えたことがある質問だったらすぐに答えることができるんですけど、ポンって質問されて、こういい例文が思いつかないとか、結構ありますよね。ありますあります、はい。あと何かありますかね？あるある。そうですね、授業中にトイレに行きたくならないようにそのあたりは頑張って我慢するみたいのはありました。私ではないですが、ちょっとなんかね、膀胱炎になった先生がいたんですね。本当ですか？はい。で、休み時間も学生の質問に答えていたりすると、午前中朝行って次行くのがもう昼休みだったりするので、それが続いてちょっと体調を崩された先生がいらっしゃいました。私は元気だった大丈夫だったんですが、なのでそういうことでちょっと我慢しがち、我慢をすることが多いかもしれないです。よくわかりますね、お手洗いの時間は本当にこう自分で気をつけないとタイミングがないんですよね。で結構授業と授業の間もちょっと他の先生と引き継ぎをしたりとか、あとコピーしたりとか、本当に時間ないんですよね。ないです。びっくりするくらいないから、そうですね、ちょっとそういうことがあったので気をつけないといけない。気をつけないで、そうね。今日は牧先生にいろいろお話を伺いました。大丈夫ですか皆さん？伺う大丈夫ですか？はい、いろいろとありがとうございました。いえいえ、こちらも楽しかったです。ありがとうございます。で、もし牧先生とちょっと日本語の練習してみたいなっていう人は概要欄にちょっと連絡先を書いておくので、ぜひ先生に日本語でご連絡してみてください。じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、ここからはリスニングチャレンジです。字幕がありません。なので皆さん、私たちの会話を聞いて何と言っているか考えてみてください。答えは概要欄に書いてあるので、自分の考えたことと合っているか後でチェックしてみてくださいね。では始めましょう。大学は3カ所今まで教えたことがあります。はい。全部国内、日本国内ですか？そうですね。はい。一つは神奈川県の理系の私立大学で。理系ですか？はい、そうです。工業系、すごいですね。理工系の大学で、もう一つは都内にある女子大。あ、そうなんですか？はい。そして、今行っている普通の私立大学に、はい、その3つですね。